はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのグルール紅葉を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、昨日行われた青紅杯において、7勝3敗で準優勝を果たしたリストですね。以前からあるアーキタイプではありますが、競技での準優勝というのはおそらく初めてなので、今回はピックアップしてみました。1733の継ぎはぎの木玉のや、2743速攻の伸びの木人など、紅葉を達成することで強力なクリーチャーがデッキの大半を占めています。雑食性ハイドリグサは紅葉を達成することで、プラス1カウンターをばらまきながら個数を倍にすることができ、うまく使うと生物をとんでもないサイズにすることができますね。一室への恐怖と組み合わせると、バカでかいサイズの生物で2回攻撃することもでき、ゲームを一瞬で決めることができます。また、暴力的衝撃も一瞬で試合を決めるカードで、サイズを上げながら2段攻撃を増やすることができるので、ワンパンで大抵10点近くを削ることができるようになっています。メインに除去は2枚しか採用されていないのですが、けだものの圧倒は紅葉を達成すると強力で、2段階サイズアップさせながら相手の生物を除去することができます。分もあるととんでもないスピードを出すことができ、2段攻撃なのでどんな状況からでもチャンスを作れるのが魅力のデッキですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。青紅杯でも実際の試合が見れますので、そちらもチェックしてみてください。さあやっていきます。こちら後手。一応1、2、3と動けるハンドということで、キュープしていきましょう。ただ相手ゴルガリから、やれば補充兵は、スタマナでキッカー込みで唱えていきたいかなと。ゴルガリは割と、メインから除去が多いデッキということで、さあまずはポケモンが出てくる。管理者がいるので、一応、追放することはできるんですが、一旦相打ちを取る必要があるということで、ただこの盤面で、木人を出しても、ほぼ意味がないので、ここは管理者を出していきましょう。一応管理者は、切り崩しは当たらないということで、割と安全なクリーチャーではありますが、さあ、ただここでグリッサが出てくる。グリッサね、このデッキ、基本的に、メインはもう除去が2枚しかないということで、基本的には、暴力的衝動とかで、倒す必要があるんですが、ちょっと今回のハンドは、グリッサでかなりやられそうな感じではありますね。さあ、相手殴ってくる。これ補充兵でブロックしたらおそらく、相手が管理者にね、除去を打ってくると思うんで、ここでブロックするのはそんなに良くないかなという感じはありますね。そして相手4マナ構えてくる。で、グリッサが立ってるんで、基本的に、こっちが、この状況で殴るっていう判断はできないですね。一応管理者用に、1マナを残して、ターンを渡していくと。ただ、おそらく確定除去を持ってそう。管理者を触ってるので、一貫の終わり。なるほど。そしたら、一応タフ4を作ることで、コケモリをブロックできるようにしますか。木人を、5-4まで育てていきましょう。ただ相変わらず、グリッサがね、どうしようもないということで、除去か、暴力的衝動のどちらかを引いていく必要がありますね。現状もうグリッサだけで、完全にね、盤面が止まってるということで。さあ、ただここで、メインギックスの命令。これはさすがに、もう、負けの匂いがプンプンしますが、ここから負けるのは相当厳しいですね。さあ、レンを引いてくる。一応、レンマイナスから入って、紅葉達成させながら、2マナクリーチャーを引っ張ってこれたら一番いいですが、マイナス2から入っていきましょう。はい。木人は引きましたね。一応これで4-3を出すことはできるんですが、ただ、相当厳しいのは変わらないですね。相手これミシェラランドもあるんで、殴ることが、ギリギリ耐えれるから、1体は殴ってもよかったかな。さあ、相手2体とも殴ってくる。いや、木人は多分殴った方が良かったですね。さあ、ここ2体だけのアタックということで、通していきましょう。ドレッドだったら、負けるんですけど、それはもうしょうがないんで、なんとかワンパンで勝負が決めれる状況にしないといけないんですが、さあ、ただここでブロッカーが出てくる。
ハイトリグサプラス、これはさすがに無理なので、2ゲーム目に行きましょう。メインはグリッサが相当厳しいですね。とりあえずグリッサを除去らないとどうしようもないということで、まあ3点火力と4点火力は入れていきたいかなと。で、まあ一応コケモリもいるんで、その等の天下入れてもいいんですけど、まあ2ゲーム目、こちら先手ということで、まあどっちかというと攻めていきたいので、等の天下まではいらないかなという感じではありますね。まあただコウモリとかもいるということで、まあ1枚だけ入れていきますか。こんな感じでいってみましょう。さあ1本目を負けて2試合目。はい。まあ悪くはないんですが、まあ基本的に1ターン目毛玉の出した方が強いんで、まあ2ターン目これタップインになってはしまいますが、毛玉から先に出していきましょう。基本的にはまあ紅葉を達成することが一番デッキがね、強く動くということで、まあここはシャーナスですね。さあタップインから相手はコケモリを出してくる。さあ消えたものでいい感じに落ちてくれるといいんですが、3マナ目も引いてくる。クリーチャー操作に正直このターンはまあコケモリのことを考えると次元壊しからでもいい気はしますね。もう一旦マイナス2から入って、で紅葉をもう達成するのが先決かなと。ただアーティファクトしか落ちず、まあ毛玉かな。相手にレンを落としてもらって紅葉を達成していきましょう。さあプレンズウォーカーが落ちて紅葉を達成していく。そしてグリッサグリッサがねほんときついんですけど、まあ今回は暴力的衝動があるということで、まあ一旦殴ってみますか。さあ恐怖も出して、まあ土地はもういらないので何かに変えていきたいですが、ここも土地、まあ毛玉のプラス衝動かな。とりあえず殴ってみましょう。まあ明らかにこれおかしいアタックなんで、もうただブロックする。まあまあ1、2交換ですからね。さあそして毛玉のもう1回出してくる。まあ基本的にやっぱグリッサがねほんときついんで、グリッサだけはどうにかしないといけないという感じはありますね。さあそしてドレッド。これはフルパンまであるかな。ここで劉備。木人出してフルパンでまあどうブロックしてくるかですけど、相手は相当きつい気はしますね。木人にその暴力的衝動を打ったらかなりねダメージが入るんで。さあ木人をアンタップさせていく。お、これね、まあさすがにこのターン勝ってはないですが、めちゃくちゃダメージ入りますね。さあ暴力的衝動でまずは5点の2段攻撃トランプル、そして、残り9点までかな。はい。でさらにもう1回木人2段攻撃で殴るんで、はい、これマスブロですね。まあ一室まで組み合わさるととんでもないことになっていくと。さあ残り2点まで。相手このターンライフ20点ありましたからね。さあ相手は耐えることができるのかどうか。木人がとりあえずこれで除去られていく。まあ火力があるんで、はい、これは勝ち確ですね。さあグリッサをしっかりとここは落として毛玉ので勝っていくと。まあ1試合目はグリッサかなり厳しかったですが、なんとか勝ち切りましたね。さあ3ゲーム目いきましょう。さあ3問目、まあ特に、サイド変更なしで、まあ1ターン目のアクションちょっと弱めですが、まあ希望の趣旨で、まあ雇用達成の手助けになるということで、趣旨から入っていきましょう。さあ相手も何もせず、怪我物を回収していくと。ということで、一旦脱走からいくか。さあ脱走で何がめくれるか。木人だらけということで、まあここは木人でいきましょう。さあ3人速攻アタック。切り崩しは持っていないですね。操作リンスタント。木人が除去られるともう雇用が達成。ですが、追放除去。まあこれは仕方ない。
次元壊しいいですが、ここは一旦一室への恐怖プラスけだものかな。土地を捨てていいので、カーブル山欲しいな。森捨てますか。まあ、後々、赤マナもね、使うんで。さあ、そして暴力的衝動も引いてくる。これで次のターン、紅葉達成したら、まあ結構、大ダメージを与えることができますね。まあ、ただ相手の除去をね、かいくぐっていかないといけないので、ラノエル。3マナ構えてくる。まあ、明らかに除去は構えているそうな感じですね。さあ、けだもの誘発まではさせてくれる。これで紅葉達成。このターンは、まあ、とりあえず殴ってみましょう。はい。一室を除去っていく。まあ、このターンは3点だけでいいかな。で、劉備に関しては、まあ、このターン、まあ、このマナまで伸びてたら、別にエルフは除去ならなくてもいいかなという感じではありますね。さあ、説教者出てくる。タフ4が本当に偉い。これをどうしていくか。まあ一応、暴力的衝動はあるんですが、ちょっとね、二段攻撃をいい感じに使っていきたいというのはありますね。補充兵引いたのであれば、まあ第一メインで先に補充兵キッカーかな。先に出しておくことによって、まあ相手がその仮に除去とか、はい、止まってきてるんで、これ除去持ってますね。除去持ってるけど補充兵は出させる。うん。これは、あれですね。こっちが先に動くと不利になるんで。さあ、相手除去を打つか悩んでいましたが、ここはそのままターンを回っていく。24もちょっとしんどいですね。そしてこっちから先にちょっと動きづらい。暴力的衝動は正直、ワンパンでね、沈めるために取っておきたい感じはありますね。そして2体目。なるほど。まあ一応管理者がね、でかくなったら、バカデカ二段攻撃トランプルとかもできるんで。さあ、ただここを除去を打ってくる。まあ、けだものと、補充兵、でかくしていきますか。さて、さらに、ライブラリ削って、相手、ハンドがね、0枚ではあるんですけど、かなりこれめんどくさいですね。11のチャンプブロッカーを出させるよりもドローしてもらった方がいいまでありますが、さあ管理者もう一回出していきましょう。まあちょっとでもライフが削れてくれると。ただここミシラランド起動。そしてもう土地を出してくる。ここ結構悩ましいですね。説教者さすがにね、1体は除去っておきたい感じはありますね。まあただ暴力的衝動をここに使うのかどうか、かなり悩ましい。残り15点。ダブルブロックも全然ありっちゃありですが、管理者残しながらおられていく。ここ難しいね。人によってだいぶ選択肢が分かれそう。一旦除去るか。一旦、まあ一方で取っていきましょう。さあ、説教者が1体の状況になっていく。さて、ここも土地。管理者殴るも全然ありですね。管理者殴って、まあ説教者でブロックしてくれたら、説教者がいなくなるんで、まあ後々やりやすくなる感じではありますね。さあ、2体でアタックしていく。ジャンプと、はい。さあ、ブロックしてきたということで、4種類追放していきましょう。インスタントソーサリークリーチャー。で、あと自分の墓地から、エンチャントで OK ですね。そして、これ、一応トランプルということで、残り12点まで削っていく。まあ、これで割とスッキリはしましたね。グリッサー。はい。まあ、相手、ミシュラランドはあるんですけど、まあ、このターンミシュラランド起動するかと言われると、
かなり微妙な感じではありますね。さすがに立たせてきそう。ということでグリッサーは除去っていきましょう。まあグリッサーさえどければ。さあまた煽ってくる。結構煽りますね。まあ正直暴力的衝動が一番欲しいカードではありますが、4点火力ソーサリーなので相手のミシェラランドに効かないんですよね。さあ44はもう殴っていきましょう。はい。まあ相打ちですね。連打して、まあマイナスからですね、これは。マイナスで何かしらパーマネントを回収したい。お、ハエトリグサはこれ悪くないですよ。まあゲーム終盤に引きたいカードの筆頭ですね。さあ相手はミシェラランドだらけの状況ですが、まあ一旦レンガを落としに行く形ですかね。まあただレンは別に落とされていいんで、スルーで行きましょう。さて、で相手のミシェラランドはまあ除去ることが可能ですね。そしてここでこのターンに勝つ可能性全然ありますね。さあ補充兵、まあトランプル持ってるんで87まででかくして殴っていきましょう。暴力的衝動、はい、これは勝ちですね。パワー級のダブルストライクということで、まあ18点飛んで一瞬で勝っていくと。まあ仮にダブルブロックされてたとしても勝ってますね。18点分あるんで、タフネス4だとまあ14点飛んでいくと。さあこれすでに勝ち確ですが、止まっている。何回も煽ってて放置の可能性ありますね、これ。さすがにきついはい。ということで18点削り切っていくと。GG。まあこれ試合採用します。さあやっていきます。こちら先手。土地1ですが、希望の種子があるんで、まあキープしていきましょう。まあ基本的には土地が当たればという感じではありますが、はい。森がヒットしていく。まあ一室への恐怖もあるということで、2マナあれば全然動いていけるハンドですね。さあ相手、まあ、エスパーエンチャントですかね。まあ最近ね、その、競技でもエスパーエンチャント勝ってるんで、まあ割と見るようになりましたね。1週間前くらいかな。多分デッキ上げてるんで、ぜひぜひそちらも見てください。さあ、青マナも出てきて、はい。まあこれですね。ピクシーとかで、まあいろいろとエンチャントをバウンスして、さらに出し直していくと。ただ、まあこのデッキの弱点は基本的に防御が弱いんで、まあガンガン攻めていきましょう。さあ、すでに紅葉達成しているということで、一室への恐怖、サイズアップしながら、まあ2回アタックですね。さあ、これで一気に8点を入れていく。で、相手のデッキ、おそらく除去は、逃げ場出しが入っていると思われるので、まあタフネスを4以上に上げてやれば、まあ除去られる、可能性が低くなりますね。さあ、もう一回バウンスで、まあハンデスはしていくんですが、まあ恐怖いらないんで捨てていきましょう。さて、無鉄砲で相手マスプロになるんですけど、どうかな。木人。さすがに木人か。ただこのターンは、チャンプされるだけ。木人はトランプルあるけど、一旦ハエ取りでも良さそうではある。いや、さすがに、木人か。木人だったらトランプルあるから、まあ、このターン8点が確定ですね。で、8点通ってたら、クリーチャーに対いて、無鉄砲がある状態なので、まあ、1枚除去があったとしても多分いける感じですね。さあ、才能出してきますが、はい。まあ、ハンデスはどうでもよくて、いや、ハエトリいらんかったな、マジで。ハエトリは捨てていきましょう。こうなると、
これだと、あれですね。確定除去があった場合、無鉄砲で、だいぶ損するんで。いや、さっきほんと、目次の方が良かったですね。ということで、まあ、それはしょうがないので、脱走行きましょう。これでもう一回、ただ、補充兵。ただ、まあ、2体ともアタックですね。まあ、パワー4が残ったら相手死ぬんで、そのブロックだと、あれか、逃げ話もあるのかな、そっちか。これだと、タフネスが4になっていく。まあ、1、2交換ですね。いや、脱走で普通にね、目次出してたら、もっと楽に勝ってましたね。ただ、基本的にはこっちが有利な状況ではありますが、才のレベルに、まあこのデッキ基本的にレベルには回収するカードが、この街は狭すぎるとか、そういう系だけですね。さあ、そしてハンデス。これは勝ち角ですね。無鉄砲があるので、クリーチャーを捨てて、次のターン、無鉄砲をつけて勝ちと。はい。まあ暴力的衝動でも勝ちですね。さあ、トランプルがあるため、削り切っていく。GG。まあ、アグロは基本的に、ワンミスがね、本当命取りになるんで、さっきのはちょっと良くなかったですね。まあ、2試合目はしっかりやっていきましょう。相手はブリンクデッキなんですけど、1マナ11のでかくなるやつ、あいつだけは除去らないといけないんで、ちょっとだけ除去も入れておきたいですね。まあ、3点火力は2枚とも入れていきますか。まあ、こんな感じでいってみましょう。さあ、1本目勝って2試合目。はい。まあ、悪くはないので、キープしていきましょう。まあ、希望の出資スタートは、全然、いい寄りのスタートですね。さあ、相手1ターン目は動きなし。お、2ターン目もこれを構えてくるか。構えてくるということは、まあ、おそらく除去構えですかね。さあ、石勢の恐怖を回収して、で、まあ、基本的に相手の除去って、逃げ話なんで、目陣じゃなくて、一室への恐怖で、まあ、最低限の仕事をさせていきますか。さあ、誘発でルーティングをしていく。はい。まあ、逃げ場なしですね。除去られてはいくんですが、これで、もうすでに紅葉達成ということで、次のターンからは、まあ、木人とか、ハエトリグサとか、だいぶ強く使っていくことができますね。お、それ強い。さあ、逃げ話を回収して、もう一回除去を打てる状況。ただ、ハエトリグサは逃げ話では除去ることができないため、まあ一旦先にハエトリグサ出しますか。さあ、出た時は24なんですが、プラ1カウンターが2個乗っていくと。こうなると相手は、幽霊による庇護がないと、まあ除去ることができないという状況ですね。で、相手平地で止まってきてたんで、呪言付与のエンチャントも持ってますね。まあ相手逃げ話あるんで、とりあえず、1体、使ってもらうしかないですが、まあ木人でいいか。木人出したらさすがに、打ってくると思われるので、さあ4-3、トランプル速攻。で、ここで暴力的衝動を打つかどうか結構悩ましいですね。これでプラ1カウンターを乗せながら、カウンターが倍になっていくということで、はい。さあ、木人は、これで除去られていく。からの、パワーは、まあ5ですね。で、ここで12点入れるかどうかですね。5でもいいっちゃいいですけど、一室への恐怖を先に出しておきたいかな。恐怖が生き残ったらね、もう多分次のターンそのまま勝てるんで、さあとりあえず5点入って恐怖を出していく。まあ相手はイズマナインちゃんとかある感じですね。さあけだものでいいかな。
レンは正直この状態だと、プラスも全然あるんで、プラスから殴ってそのまま、暴力的衝動まで使えますね。さあ、おっと、ただリップ貼られていく。紅葉デッキに対しては、リップはね、結構強いんですよね。これでまあ2段攻撃はつかなくなったんですけど、まあただ盤面的には結構こっちが有利な状況ではありますね。さて、まあ、連出して、プラスでもこれ殴っていきましょう。まあかなり有利な状況ですね。まあ除去入れても1体だけということで、とりあえずフルポンしてみましょう。さあ、山33で殴りながら暴力的衝動を構えていける状態。あれ使ってくるか。はい。さあ、3、4になっていきますが、まあこれ持っててもしょうがないんで使っていきましょう。さあ、4、3先制で一方取って、さらに7点が入っていく。まあ連もいるということで、仮に全除去とかがあったとしても、だいぶ有利な状況ではないかなと。これ投了と。じじ。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。